こんにちは、伊藤康子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、少し遅くなりましたが、11月のコーディネートについてお伝えをしたいと思います。もう11月も中旬ということになりますね。こんな11月のコーディネートとして気をつけることをお伝えしたいと思います。11月と言いますと、だんだん寒くなってまいりますよね。ですから、上に羽織るものが必要かしらっていうふうに思いますよね。そうなんです。上に羽織るもののおしゃれを楽しめる時期と言えると思います。上に羽織るものって言いますと、羽織とかコートとかショールとかっていうことですね。まず首が寒いですね。それから手首ですね。そして足首。この3つの首が重要と言われています。この3つの首を暖かくすることをなさってくださいね。ということで、最初はこの首ですね。首はあったかいショールとかマフラーでもいいですよ。そしてだんだん首だけではなくて身も暖かくしたいので、それから塵よけということもありますから、羽織ですとかコートが活躍いたしますね。羽織やコートというのは首元は暖かくないですよね。首が出ます。着物襟だったら着物と同じような形で襟が出ています。それから道行き襟でしたらこのような形で首が出ますよね。ですからそういうコートを着ると同時に首に何か巻くものということが必要になってきますので、薄いものでも結構ですから首に巻くものをお使いくださいませ。そういうふうに首に巻くものはお洋服の時に使っているもので結構ですよ。先日のライブで私いくつかご紹介いたしましたよね。例えばこのあったかいモコポコ細くて幅はないんですけれども、こういうものを首に巻きますと首元は暖かいわけですね。ですから首に巻いて、そしてこの上に私はマントを羽織るとか雨ゴートでもいいですし、コートでもいいですね。こうすれば首元は守られます。それからコートに行く前にこんなショールのようなものですね。ちょっと大判のショール。これを羽織る。ちょっとそこまで行ってきますっていう時にこういうものを羽織られたらあったかいですよね。帯のところまで隠れますね。先日も申し上げたんですけれども、このようにしたら襟が出ますので格好はいいですね。でも寒いのは首なので、寒い時はこのように首を包んでくださってよろしいと思います。このようにしてお出かけください。もっとあったかいものを着るようになったら、このように薄手のものを下に着て、その上にあったかいものを着ていただきますと、着物とそのコートの間の空気が少なくなります。中が暖かいので、それから重ねることで一層暖かくなりますから、こういう薄手のものは秋だけではなくて冬の時期も活躍しますので、ご活用なさってくださいね。それからコートはですね、着物地と同じような生地ですね。これサハリさんの着物地ですけれども、これは着物にしてもコートにしてもいいわけです。そんなに暑くないので、春にも秋にも着ることができます。ただ防寒としてはあんまり暖かくないですよね。ですから私はこの上に暖かいカシミヤのマントをすることが多いですね。これは伊勢型小紋です。やはり暗い色ですね。こういうものでコートを作られても結構ですよ。ちょっとお出かけで防寒と塵よけのコートですね。サハリ、伊勢型、それからこれは紬です。これ米沢の紬ですが、こういうものでコートを作られてもいいんですよ。私は紬でコートを作りました。ということで、素材はいろんなものでコートや羽織を作ることができます。ということで、上に羽織るものが楽しくなります。それから上だけではなくて、この中ですね、この長襦袢の色が今までの白とか薄い色ではなくて、ちょっとおしゃれ感を楽しめる柄があるものを着ることで、暖かさとかおしゃれ感を出すことができるんですね。秋ですとか春にあんまり暖かい色でこんなものをしてると暑そうですけれども、冬でしたらいいですね。重ねて中の長襦袢のおしゃれを楽しむということが楽しい季節ということになります。これは長襦袢だけではなくて半襟もそうですね。私は白しかないんですけども、ここ水色だったりいろんな色をなさることで色のハーモニーが出てきますし、色合いが変化が出て一層楽しくなりますよね。今年は12月22日が冬至と言って一番夜が長い日にちになります。ですからその日に向けて今どんどん夜の時間が長くなっていっているんですね。暗い時間が増えていっている
時期というふうに言うことができます。で、冬至を過ぎますと、どんどん今度は明るくなってまいります。日中の時間がだんだん伸びてきます。ということで、今は暗い時間が多い季節なんですね。ですから、白いとか薄い色を着ると、なんだかボケたように感じるということがありますが、これは季節の日差しの問題です。ですから、こういう少し色がついたようなものですとか、あったかく感じる暗い色がこの季節に大変合っている。この緑とかいいですよね。それからこの青も深みがあっていいですね。そしてこれかなり暗いですけれども、青紫の色でシックでよろしいですよね。というふうに暗い色が素敵に見える時期ですので、皆様がお持ちの暗い色はたくさんお召しください。ところが暗い色のお着物にしますと帯が困るとおっしゃる方結構いらっしゃるんですけれども、あんまり気にしなくて大丈夫。暗い色に暗い帯でも、暗い色に色がついた帯でも、白い帯でも合います。合いますから置いてください。あとは仕上げが多分できないんだと思うんですね。仕上げというのは帯締めと帯揚げでまとめ上げるということです。まとめ上げるのはいろんな色の帯締めとか帯揚げが合うと思うんですね。例えば私のこの着物が暗い色だとしますね。そして同系色の暗い帯締めをしたとします。そしたら、例えば、こんな赤っぽい色を持ってくると、暗い色の中に明るさがありますので、明るくなりますよね。こうしたら、帯揚げは緑とか使うとよろしいですね。濁った色を使うと秋らしいですと申し上げましたので、このような濁った色をこう使うと、もうそれで仕上がりになると思うんですね。ですから、こういう強い明るいはっきりした色は、春にも秋にも冬にも大活躍いたしますよ。それから、こんな藤色ですね。こんな藤色の場合は優しさが出るんです。私のこの着物と帯が帯締めを変えると全然変わりますね。こういう時は、私は全身を3色でまとめるといいので、今日は黄色を入れていますけれども、同系色にした場合は、こんな色とかこんな色も使うことができますね。使うことができますし、この藤色の中に黄色が入っていますから、やはり帯揚げ黄色にしてこの藤色にすると3色近く色数が増えますよね。ということでこの藤色も使えますね。そしてですね、例えば暗い色の着物と暗い色の帯の場合、こんな水色と赤、これも使えるんですね。こうしますと色が3色入っているんです。赤と肌色と水色があるのでこんな色になりますから、帯揚げは水色系を私だったら持ってくるかなと思います。このようにしてですね、暗い色の着物の時に帯合わせが困るという方は、帯合わせもですけれども帯締めと帯揚げのコーディネートが困っていらっしゃると思うんですね。ですから暗い色の着物と帯の時は暗い色ではなくて明るい色が入ったものを加えてください。もしこれだったら帯揚げは赤っぽい色がいいと思いますね。こういう風にして帯締めと帯揚げでコーディネートの工夫をなさってください。暗い色の着物に合わせるコーディネートをぜひ力をつけていただきたいと思います。あとはそうですね、防寒対策。どうしたら暖かくなるかというようなことだと思います。もうお着物自体はいろいろ補正をしたりしてたくさん巻いていますから、あとは足袋ですね。暖かい足袋を履くとか、ソックスを履くとか、それからレギンスを履いてしまうとか、ホカロンを入れるとかっていうような風になると思います。色がやっぱり冬の色ということなので、冬の色は暗いんですよ。暗い色をしている。例えばこの帯を締めていますと冬っぽいですよね。冬っぽいので、季節に合うということになりますから、皆様がお持ちの暗い色合いのお着物や帯などはぜひこの季節にたくさん活用なさってください。今日の動画が皆様のお役に立つと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。